皆さんこんにちは。日本語ポッドキャストのリサです。あと少しで1年が終わりますね。私はクリスマスの準備、年賀状の準備、年末の大掃除に追われている毎日を過ごしています。皆さんはいかがお過ごしですか？もうすぐ2025年がやってきますね。新しい年に向けて皆さん何か抱負はありますか？抱負とはこれからこんなことをしようという気持ちや決意のことです。私は来年この日本語ポッドキャストを続けてお仕事にしようと思っています。そしてもっと楽しんでもらえて役に立つポッドキャストを作っていきたいと思っています。今回は皆さんの抱負の中で日本人と友達を作るぞと思っている方がいらっしゃるのではないかと思い、日本人と友達になる際の会話方法についてお話をしたいと思います。ぜひ最後までお聞きください。まず大事になってくるのは、はじめの挨拶ですね。おはようございます。こんにちは。こんばんは。もし日本人からこの挨拶を言われたら、そのまま繰り返して返せばいいだけです。おはようございます。おはようございます。少し遠くにいる人には語尾を伸ばして挨拶することが多いかもしれません。おはようございます。こんにちは。こんばんは。次にお礼です。ありがとうよりもありがとうございますを使った方がいいです。タメ口は親しくなった友達同士の会話で使う表現なので、最初は敬語を使う方がいいですね。そして会話の最後に感謝の気持ちを伝えることも重要です。お話できて楽しかったです。お会いできて嬉しかったです。といった言葉が相手に良い印象を与えます。私も友達と遊んだ後は必ず言っています。友達同士の場合は、今日も楽しかったね。会えてよかったよ。また会おうね。とタメ語で話します。ぜひ仲良くなったら使ってみてくださいね。それから日本人は控えめな表現を好みます。あまり自己主張が強いと日本人は驚くことが多いと思います。意見を言うときは、だと思いますよや〇〇かもしれませんねと柔らかくて曖昧な表現に変えてみましょう。次に褒めてあげましょう。なぜなら日本人は褒められ慣れていないからです。自分なんてまだまだと謙遜する人も多いです。それに日本人同士は恥ずかしくてあまり褒め合わないところがあると思います。そのため褒められるとかなり喜びます。私も外国人のお友達がいて、会うたびに私のことをとても褒めてくれるので、いつも有頂天になってしまいます。褒めることが得意な外国の方は、日本人にとって嬉しくて仕方がないと思います。また、話題は簡単なものにしましょう。最初からいきなり家族や仕事の話はあまりしません。特に政治やお金の話、宗教の話はあまり出てこないことが多いです。最初は天気について、それから食べ物の話が多いです。好きな料理って何ですか？私は日本料理の肉じゃがが好きなんです。あれって本当に美味しいですよね。とか、あのお店の唐揚げ最高に美味しいです。機会があったらぜひ食べてみてください。などと話すと盛り上がるかもしれません。次に盛り上がるのは共通点のある話です。例えば、職場が一緒なら仕事の話、
学校が一緒なら学校の話、住んでる地域が同じなら地域の話などです。それから趣味の話をするのもいいですね。〇〇さんの趣味って何ですかと聞くと、大抵は嬉しくて教えてくれると思います。何度か会って仲良くなってきたと感じたら、家族の話や人生観について話を出しても問題ないと思います。そして普段から日本人は会話の始まりとして天気の話が多いですね。おはようございます。今日寒いですね。おはようございます。ほんと寒いですね。なんか昼から雨が降るそうですよ。本当ですか？傘忘れました。などと話が続くかもしれませんので、天気のチェックをしておくと話題のきっかけの一つになるかもしれませんね。少しずつ会話をする機会を増やして、日本人との会話を楽しんでください。そして非言語コミュニケーションにも気をつけてください。その場の雰囲気や空気を察することが大切です。これが結構難しいと思います。雰囲気や空気って何？と思われる方もいると思いますが、日本人は心の中でこの空気に気づいて、気持ちを察してと考えている人が多いです。なぜかというと言えないからです。相手を傷つけてしまうと思ってあえて言わない選択肢を取る人が多いと思います。わかりづらいと思うので、その空気や雰囲気を私なりに10個考えてみました。1番、ため息。というのは、この空気が嫌だなと思っているサインです。2番、舌打ち。と、口の中で鳴らす音ですね。海外では何かひらめいた時に使うこともあると思いますが、日本で舌打ちをしている人は怒っている、イライラしている証拠です。ちなみに舌打ちには日本人は敏感です。とても嫌な感じを受けるので、もし普段の習慣で舌打ちをされている方は、日本人の前ではあまりしない方がいいかもしれません。3番、時計をちらちら見る。これはもうそろそろ帰りたいなという合図です。4番、うなずきや相づち。これをする日本人はとても多いです。うんうんと答えたり、首や肩を縦に振ったりしますが、これは話をよく聞いてくれているサインです。そして、うなずきが終わった後に少し時間を置いて、きっと何か話すつもりです。待ってみてください。5番、こっちを見てくれるが何も言わない。これは話を聞いてくれているけれど、後で何か言うつもりです。少し待っていると何か話し始めると思います。6番、ニコニコ笑っているが何も言わない。きっとこの場が楽しいんだろうなと思いますが、もし時計を見てニコニコ笑っているだけだとしたら、会話が途切れるのを待っているだけで、早く帰りたいという合図かもしれません。7番、グラスを傾ける。これはおかわりが欲しいというサインです。おかわりをついであげるか、もしくはおかわりが欲しいか聞いてみてください。8番、首を傾けている。頭に手を当てている。これは怒っているか疲れている可能性があります。9番、声のトーンが明るくなる。これは楽しいというサイン、もしくは明るい話題に切り替えたいというサインです。10番、
声のトーンが暗くなる。これは嫌なことを言われて怒っているよというサイン。もしくはこれから真面目な話をするから聞いてほしいというサインです。こんな感じでしょうか？私の考えなので人によって違うと思いますが、大体はこんな感じではないかなと思います。外国でも似たようなことがあるのかなと思いますが、いかがでしょうか？また、日本人は相手の話を最後まで聞いてから自分の意見を話したいと思っています。そのため、タイミングを逃して言えなくなることもよくあります。なので、日本人は意見を言わないと思われがちですが、実際には話すタイミングを逃している可能性がありますので、少し待ってあげてください。最後になりますが、笑顔は万国共通ですので、笑顔で話しかけてみてください。日本人は恥ずかしがり屋が多いですが、話しかけられると何とか答えようとしますし、会話もたくさんできます。ぜひこのお話を参考にして、日本人との会話を楽しんでくださいね。今年は私も初めてポッドキャストの挑戦をして楽しい年になりました。これからも楽しいコンテンツや役に立つコンテンツを発信していきますので、来年もよろしくお願いいたします。良いお年をお過ごしくださいね。まず大事になってくるのは、はじめの挨拶ですね。おはようございます。こんにちは。こんばんは。もし日本人からこの挨拶を言われたら、そのまま繰り返して返せばいいだけです。おはようございます。おはようございます。少し遠くにいる人には語尾を伸ばして挨拶することが多いかもしれません。おはようございます。こんにちは。こんばんは。次にお礼です。ありがとうよりもありがとうございますを使った方がいいです。タメ口は親しくなった友達同士の会話で使う表現なので、最初は敬語を使う方がいいですね。そして会話の最後に感謝の気持ちを伝えることも重要です。お話できて楽しかったです。お会いできて嬉しかったです。といった言葉が相手に良い印象を与えます。私も友達と遊んだ後は必ず言っています。友達同士の場合は、今日も楽しかったね。会えてよかったよ。また会おうね。とタメ語で話します。ぜひ仲良くなったら使ってみてくださいね。それから日本人は控えめな表現を好みます。あまり自己主張が強いと日本人は驚くことが多いと思います。意見を言うときは、だと思いますよや〇〇かもしれませんねと柔らかくて曖昧な表現に変えてみましょう。次に褒めてあげましょう。なぜなら日本人は褒められ慣れていないからです。自分なんてまだまだと謙遜する人も多いです。それに日本人同士は恥ずかしくてあまり褒め合わないところがあると思います。そのため褒められるとかなり喜びます。私も外国人のお友達がいて、会うたびに私のことをとても褒めてくれるので、いつも有頂天になってしまいます。褒めることが得意な外国の方は、日本人にとって嬉しくて仕方がないと思います。また、話題は簡単なものにしましょう。最初からいきなり家族や仕事の話はあまりしません。特に政治やお金の話、宗教の話はあまり出てこないことが多いです。
最初は天気について、それから食べ物の話が多いです。好きな料理って何ですか？私は日本料理の肉じゃがが好きなんです。あれって本当に美味しいですよね。とか、あのお店の唐揚げ最高に美味しいです。機会があったらぜひ食べてみてください。などと話すと盛り上がるかもしれません。次に盛り上がるのは共通点のある話です。例えば、職場が一緒なら仕事の話、学校が一緒なら学校の話、住んでる地域が同じなら地域の話などです。それから趣味の話をするのもいいですね。〇〇さんの趣味って何ですかと聞くと、大抵は嬉しくて教えてくれると思います。何度か会って仲良くなってきたと感じたら、家族の話や人生観について話を出しても問題ないと思います。そして普段から日本人は会話の始まりとして天気の話が多いですね。おはようございます。今日寒いですね。おはようございます。ほんと寒いですね。なんか昼から雨が降るそうですよ。本当ですか？傘忘れました。などと話が続くかもしれませんので、天気のチェックをしておくと話題のきっかけの一つになるかもしれませんね。少しずつ会話をする機会を増やして、日本人との会話を楽しんでください。そして非言語コミュニケーションにも気をつけてください。その場の雰囲気や空気を察することが大切です。これが結構難しいと思います。雰囲気や空気って何？と思われる方もいると思いますが、日本人は心の中でこの空気に気づいて、気持ちを察してと考えている人が多いです。なぜかというと言えないからです。相手を傷つけてしまうと思って、あえて言わない選択肢を取る人が多いと思います。わかりづらいと思うので、その空気や雰囲気を私なりに10個考えてみました。1番、ため息。というのは、この空気が嫌だなと思っているサインです。2番、舌打ち。と、口の中で鳴らす音ですね。海外では何かひらめいた時に使うこともあると思いますが、日本で舌打ちをしている人は怒っている、イライラしている証拠です。ちなみに舌打ちには日本人は敏感です。とても嫌な感じを受けるので、もし普段の習慣で舌打ちをされている方は、日本人の前ではあまりしない方がいいかもしれません。3番、時計をちらちら見る。これはもうそろそろ帰りたいなという合図です。4番、うなずきや相づち。これをする日本人はとても多いです。うんうんと答えたり、首や肩を縦に振ったりしますが、これは話をよく聞いてくれているサインです。そして、うなずきが終わった後に少し時間を置いて、きっと何か話すつもりです。待ってみてください。5番、こっちを見てくれるが何も言わない。これは話を聞いてくれているけれど、後で何か言うつもりです。少し待っていると何か話し始めると思います。6番、ニコニコ笑っているが何も言わない。きっとこの場が楽しいんだろうなと思いますが、もし時計を見てニコニコ笑っているだけだとしたら、会話が途切れるのを待っているだけで、早く帰りたいという合図かもしれません。7番、グラスを傾ける。
これはおかわりが欲しいというサインです。おかわりをついであげるか、もしくはおかわりが欲しいか聞いてみてください。8番、首を傾けている、頭に手を当てている。これは怒っているか疲れている可能性があります。9番、声のトーンが明るくなる。これは楽しいというサイン、もしくは明るい話題に切り替えたいというサインです。10番、声のトーンが暗くなる。これは嫌なことを言われて怒っているよというサイン、もしくはこれから真面目な話をするから聞いてほしいというサインです。こんな感じでしょうか？私の考えなので人によって違うと思いますが、大体はこんな感じではないかなと思います。外国でも似たようなことがあるのかなと思いますが、いかがでしょうか？また、日本人は相手の話を最後まで聞いてから自分の意見を話したいと思っています。そのため、タイミングを逃して言えなくなることもよくあります。なので、日本人は意見を言わないと思われがちですが、実際には話すタイミングを逃している可能性がありますので、少し待ってあげてください。最後になりますが、笑顔は万国共通ですので、笑顔で話しかけてみてください。日本人は恥ずかしがり屋が多いですが、話しかけられると何とか答えようとしますし、会話もたくさんできます。ぜひこのお話を参考にして、日本人との会話を楽しんでくださいね。今年は私も初めてポッドキャストの挑戦をして楽しい年になりました。これからも楽しいコンテンツや役に立つコンテンツを発信していきますので、来年もよろしくお願いいたします。良いお年をお過ごしくださいね。